筑波山の梅祭りに来ました。今日は釜の工場をしてくれるそうです。さあ、みんなで釜の工場を聞きましょう。 Let's listen。 伝統芸能です。よろしくお願いします。有名になりましてね、それをじゃあ江戸で売れば儲かるんじゃないかというのが約80年後にね、長井兵助さんという人がね、子供の頃は長井平助ね、この工場をやるようにって長井兵助さんとこういう名前書いてね、やってたわけです。それを継承していて、10年ぐらい前にね、このつくば市認定の、民族芸能とこういうふうになりました。それらを継承していって皆さんにぜひこれを知っていただきたいというんで、私もここでやらせてもらってる。私筑波正治と申しますね。はい、それでは早速ながら筑波山名物蒲の油売り工場。どうもありがとうね。さあさあ、お立ち会い。ご用とお急ぎのない方はゆっくりと聞いておいで、見ておいで。東名山越し笠の内、聞かざる時はものの出方善悪、藍色がとんとわからない山寺の鐘がゴーンゴーンとなるといえども、同時一人来たって鐘に種目を当てざれば、鐘が鳴るのか種目が鳴るのか、とんとその音色がわからぬがどうでじゃ。さてお立ち会い。手前これに取り出したるこれなる夏目、中には一寸と八分からこゼンマイの人形が仕掛けてござる。我が国に人形の採掘やまたありといえども、京都にては酒髄、大阪表にては武田縫之助近江の大城、藤原の阿孫と、このお二方を置いて上手名人はございませんが、手前の夏目近江武田のつもり細工でござりまする。ロンドンには8枚の小鉢を仕掛け、背中には10頭2枚の歯車が組み込んでござりまする。さて、これなる夏目を大道に据え置くときには、天の光を受け地の滑りを吸い上げまして、陰陽合体いたさば、パッと夏目の蓋が開き、つか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 進むが虎の小走り、虎走り、後ろに下がってスズメ小窓に駒返し、またクジャク霊長の舞と12通りの芸当が仕込んでござりまする。だが今日はがね、ちょっと湿り気が足りないようで、お客様方にお見せすることができないのが誠に残念でございます。だがお立ち会い、たとえ人形の芸当が上手であろうとも、投げ銭や放り銭はお断り申す。手前大道にて未熟な後世はしておるが、はばかりながら天下の浪人、泥のついた投げ銭や放り銭、バタ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 拾ったのあっては、この男が廃る。そうだよな、お父さん。しからばめ、投げ銭や放り銭もらわれで何を商売としとるんかい。何やってまま食っておるんかい。ご心配なさる方があるやもしれないが、これなる天下御免の金看板、筑波山妙薬は陣中香蒲の油。この蒲の油という公約を回りましてなりわいどい出しておりますので、さていよいよ手前これに取り出したのは、これその陣中香蒲の油だ。昔は入れ物がなかったからな、貝殻さえ入れて売ってたわけだ。ガマガマったって、そこにもいるここにもいるというガマとは、これちょっとガマが違う。なんだガマか。ガマなら俺んちの庭先裏の竹やぶにだっていくらでもおるわ。なんつな顔をなさってる方がおられますけれど、ありゃガマた呼ばねえぞ。ただのヒキがいる、イボがいる、お玉がいるか、アマがいる、青がいる、ついでにひっくりがいるがでんぐりがいるの仲間だ。何の役席このもございませぬが、手前のはこれ白くのガマだよ。白くのガマ、あったかくなってきたんだけど、今日はほれ連れてきてるぞ。おほれ白くのガマだ。なかなか可愛いとこもある。なんで白く五六はどこで見分けるかって、足の指の数を数える。前足の指の数が4本、
後ろ足の指の数が6本。合わせまして式名称は白くの釜だ。白くの釜。またこの釜の取れるが5月8月10月丸をもちまして1名。ご発想は白くの釜とも言うんだ。いつでも取れるつわけの名前だ。しからばこの白くの釜の住むところ一体いずこなりやと申しますと、ご当地常陸の国は筑波の郡、古事記万葉の古より歌で有名。筑波根の峰よりおつる皆の川、こいぞ積もりて淵となりぬる。皆さんもよくご存知のな、陽前の谷もございますところの関東の名峰は筑波山のふもと、薄いかごりたって六所沼田国松上大島、東山から西山の峰にかけてぞろぞろと入っておりますところの大箱というつゆ草。薬草大箱はご存知かな。この辺では俗にカエルッパとも言うんだ。カエルッパだ。このカエルッパを食らって育ちまするなんと寿命15年とも言われております。人間で言えば100歳ぐらいだぞ。さて、しからばこの長生きするこのガマから、このガマの油を作るにはどういうふうにするか。大事だぞ。ぜひ覚えて帰ってな。今晩うちへ帰って作れば買って帰んなくても済む。まずはのぐたりのぐたり急ぎ足。木の根草の根踏みしめまして山中深く分け入って捕らえきましたるこのガマを四面に鏡を立て、その下に金網鉄板を敷いたこの鏡張りの箱の中に捕らえきましたるガマを追い込む。さあ追い込まれたガンマ先生、四面の鏡に斧が姿がバッチリと映るからたまらない。山中によっては我こそは今成り開かん。いい男だな。私こそは今小町かと思いきや、鏡に映った斧が姿の醜さにガンマ先生びっくり仰天を奪い出しまして、魚体よりたらりたらりと流す冷や汗、油汗、これをだ金網を持ってぐぐぐっとすぎっとり集めまして、三七は二十と一日の間柳の小枝を積み上げたとろびを持ってとろりとろりとろりとよく煮たきしめ、赤いがしんしゃいやし油テルメンテーナーマンテーカーかかるから天竺南蛮渡りの妙薬を混ぜ合わせまして、よく練って練って練り抜いてこしらえたのがこれご存知陣中香ガマの油だ。お立ち会いどうかな。これでガマの油の作り方お分かりいただきましたかな。分かった。本当か。分かったけども、どうせ大道芸人のおめえの作ったガマの油なんざろくな効き目があるめえなんて思ってる方もおられます。薬っていうのは何に効くか分かんなかったら値打ちがねえぞ。しからばこのガマの油の効能はと申しますと、まずは出にがんがさやけどに効くよう倍増日々に赤切れ霜焼けの妙薬だ。前さもあれば陰菌たむし、後ろさ下がって肛門の病を立つわい。肛門の病だってな、最近テレビさ出ねえけど水戸の黄門様が病気で寝てるわけじゃねえんだぞ。これを詳しく言うなればデジイボジ走りじきれじ脱行に警官時、この警官図ってやつはなお父さん読んで字のごとく鶏のとさがみ手に真っ赤になるやつで字の親分だ。どうだお母さん、なったことねえか。いやなってても大丈夫だぞ。隠すことはねえ。なんとなれば手前のこのガマの油本物だぞこれ。これを指先さつけてぐーっと尻の穴に塗り込む通底と3分間経てばピタッと治る。どうだ。まだあるんだぞ。槍傷、刀傷、鉄砲傷、切り傷、かすり傷、外傷一切まだあるよ。大の男が七点抜刀、畳の上をゴロンゴロン苦しむこの虫歯の痛み。これ何度にもこのガマの油今度は紙さ塗って痛え方のほっぺたへペタッと貼るつうてと、これまた3分間皮膚を通し肉を通し歯茎にしみる。
またこのガマの油ちっちゃく丸めであーんと大きな口開けてポコンと歯のうつろに詰めてやるつてと熱いよだれがだらりだらりと出るとともに歯の痛みピタッと止まる。まだある。どうだろう。お立ち会いのお宅には小さな赤ん坊はおられませんかな。お子さんでもいい、お孫さんでもいい。この赤ん坊の汗もただれおむつかぶれには手前のこのガマの油の入っておった揚げ貝、揚げ箱、空箱、つぶれ箱、これを赤ん坊さんじっと見せただけでもピタッと治る。どうだ、こんなによく効くガマの油だが、残念ながら効かねえものも4つほどある。恋の病、浮気の虫、どの2つはハゲと白髪にゃ気がねえ。お父さんのことじゃねえと、一般的なな。まことに残念。なんだ油やめ効かねえものをつらつら並べて、もうガマの油の効能っつうのは終わりかいっていうような顔をなさってる方がおられますけれど、もう一つ大事なものが残っておる。これより刃物の切れ味を止めてご覧に入れます。さあ、取り出したるは当家に長く伝わる家宝、政宗が暇ねがしてきたいたる天下の技物。元が切れねえ、長切れねえ、長が切れたが先っちょが切れねえなんつうなどんと動物とはこれ物が違う。一つ抜いてご覧に入れます。さあ行くぞ。いいんだな。脱げば夏なお寒き氷の刃、つらん天と玉と散る箱まで一つ、錆一つない。実によく切れる。どうだ、切りそうだお父さん。何、講釈だけじゃよくわからねえ。どのぐらい切れるか、ここに一枚の返すがある。これを目の前で細かく切ってお目にかけます。返したってほれただの話。種も仕掛けもございません。さあ行くぞ。一枚の紙二枚と切れる。どうだ、当たり前か。まだ切れるぞ。二枚は四枚、四枚はお父さん、四枚はこれおしまい。おしまいでねえべ。はずめ認知症の検査だねえんだからあんまり気にすることねえんだぞ。はずまいはピシュピシュ、10と6枚、10と6枚はピシュピシュ、30と2枚、32枚はピシュ、60と4枚、60と4枚はピシュピシュ、一足と二重はずまい。さあこれをだ、パッと散らさば春は3月筑波山落下吹雪の舞とござい。俺どうだ。こんなによく切れる名刀だが、手前のこのガマの油、さっき使ったやつだぞ。これを刀の刺す裏刺す表に一塗りつければ刃物の切れ味ピタリと止まる。さあ塗ってみっか。はい、刺す裏刺す表、さあ塗ったからたまらねえ。切れ味ピタリと止まったかどうか、手前のこの腕で試してご覧に入れます。さあ行くぞ。止めねえんだな。はい、打って切れない、叩いて切れない、火でも押しても絶対に切れない。生倉同然。どうだ。ガマの油だ。だがお立ち会いの中には、なんだ油やおめえのそのガマの油ってやつは目と生蔵にするだけかいと思ってる方もおられます。そうではございません。ひとたびこのガマの油ぐっと拭き取る時には切れ味また元に戻ってまいります。さあこの布切れでな、これでよく拭き取る。
ほれほれほれ。さあ切れ味元に戻って鉄の一寸板も真っ二つ。触っただけでも止めねえのか。今度は切れるぞ。いいんだな。いいんだな。俺の腕だと思って。ほれ、ちょっと触っただけでも痛い。このぐらいは切れる。だが血が出ても心配はいらねえぞ。なんとなれば、なんだっけ、ガマの油。ガマの油、もっと大きい声で言ってないな。ガマの油だ。これを痛いのを我慢して、ガマの油だんだんなくなってきた。何回もやってる間、あれちょっと切りすぎたかもしんねえと。一塗りつけて、一塗りつけて拭き取るときにはお客さん方タバコ一服吸うか吸わぬうち、立ちどころに痛みが取れて血が止まる。ほれ、この通りだ。血止めの薬とも相なりまする。どうかな、これでガマの油の効能とくとお分かりいただきましたかな。分かった。そんなに効き目あらたからガマの油、筑波山に来たついでに一つ欲しいんだが、さぞかし高えんだろうなと思ってる方がおられますけれども、普段はこれ一貝が200文200文だ。200文ではあるが、今日ははるばる筑波山梅林に出張ってのお披露目。梅祭りに来ていただいたお客さん方のために破格な値段。男は度胸、女は愛嬌。坊さんを今日で山じゃうぐいすほう法華経。筑波山のてっぺんから真っ逆さまにドカンと飛び降りた思い一声。200文200文が半額の100文でどうだ。半額の100文だぞ。安いと思ったら買ってきな。効能が分かったら早い者勝ち。数に限りがある。さあどんどんと買ったり。はい、どうもありがとうございました。ガマの油売り工場でございましたね。天気良くてよかったね。やっぱり家へ帰って作れそうもない。とても楽しく見させていただきました。ありがとうございました。本日のガマの工場いかがだったでしょうか。とっても面白かったですね。とっても勉強にもなりました。本日のビデオいいねと思われた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは See you again.